コイン依頼 .com 新聞辻です。今日は、プロギャンブラー、信木さんに入っていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プロギャンブラー信木さんって、プロのギャンブラーってなかなかね、聞かないことではあるかなと思いますので、まずは本人の方から簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、プロギャンブラー信木です。僕は15年間カジノで勝ち続け、世界を6周してきました。で、カジノ勝負の勝ったお金だけでずっと生きてきて、東日本震災のボランティアで、僕が日本のためにできることあるかなと考え、久々に一時帰国したら、なぜかなんですけど、講演依頼が、いただきまして、それがほぼ毎週いただいたんですよ。そこから、じゃあ僕は日本に求められてるんだったら、じゃあ講演ちょっとしてみようかなと。ギャンブラーと講演って本来真逆じゃないですか。もともと講演家になりたくてギャンブラーやってたわけじゃないんです。でも僕のその勝ち方とか、いろんな学んできたことを知りたいって方がいっぱいいて、でそのまま講演をさせていただいて、さらにテッドってスピーチの最高峰って言われてるそちらに、日本で今一番多く5回出させていただいて、そうですね、講演を今、なりわいとさせていただいております。ありがとうございます。東日本大震災がきっかけだったんですね。そうですね、それまではもう日本帰る予定がなかったんで、15年ずっとぐるぐる回って、そうですね、やっぱり僕は勝負師なんで、プロのギャンブラーですから、で、カジノのギャンブラーです。だから、日本で別に勝負してるわけではないんで、ずっと世界を回り続けて、だからその震災の前も3年以上帰ってなかったと思います。そしたら書籍もいくつか出されてらっしゃると思うんですけども、はい、私もこちらの書籍、ありがとうございます。こちらですね。はい。他にもね、出されてらっしゃると思うんですけど、こちらは割とビジネスにもすごく参考になるような。こちらをちょっと出したきっかけもお伺いしてよろしいですか？はい。僕が勝負師になった時に、一冊ちょっと本出してみたいなっていうプロジェクトで、進めました。で、本当プロギャンブラー5年の時にその原稿を書きました、正直言いますと。だから30くらいです。勝負の世界って皆さんあんまり想像つかないと思うんですけど、プロギャンブラーで検索したら僕ばっか出てきます。インタビュー記事。それ何かっていうと、やっぱり厳しいんです。ギャンブルの世界で、生き続ける、5年以上生き続ける、それでも厳しいんで、そこの勝負の勝ち方と、人生はギャンブルである、もしくはビジネスはギャンブル性がある。だから僕は勝負の勝ち方は分かってるんで、ビジネスの勝ち方、人生の勝ち方はこうだよねっていう読み解くために僕2年半かけたんですよ、その原稿。無収入で。それで、でも出せなかったんです。まだ30くらいで、その人生の勝ち方ってそんな誰も本買わないよねってことだったんで、で、仕方ないからまたそのままギャンブルの世界に戻って、15年プロギャンブラーやったら逆に今度も出版社から日本一時帰国した時だけなのに、本出して、本出して、本出してってすごいいただいて、それで出せた本になります。で、そうですね、ビジネスの勝ち方がそちらメイン、人生とかビジネスの勝ち方メインで書かせていただきました。なんか私も最初、講演のお仕事を通して、この信木さんとお知り合いさせていただいて、どういう、なんかギャンブルとビジネスの結びつきというか、なかなかピンとこない部分はあったんですけども、書籍ももちろん読ませていただいた中で、すごくなんかビジネスにものすごく応用できるというか、一つの行動の選択をするときに、それに対するメリットと、それを逆のパターンの行動を取ったときのこのデメリットを書き出して、それを点数分けして、それでアクションしていくみたいな、ものすごく参考になるなって。ありがとうございます。後悔しない選択の連続ができていくっていうところも、そういうのって、実践しながら身につけていった部分なんですか？そうですね。やっぱり、なんかね、みんなが想像している以上の100倍以上厳しいんですよ、勝負の世界って。で、僕、じゃあ、ブラックジャックってギャンブルをやってたんですけど、その当時、行くカジノ、初めてプロを追い出すって言われてたんですよ。うちのカジノは今まで追い出したことないけど、信樹には勝てない、やめてくれと。それは何を意味するかっていうと、やっぱ人類で到達しにくいレベルなんですよね、プロギャンブラーって。で、カジノっていうその巨大企業をぶっ潰しに行く。で、そのためにその能力をつけて、で、やっぱ大変だったんで、ベターな選択肢では絶対たどり着けないんです。すべてベストです。6W4H ってよく誰がどこで誰にとか、それを全部ベストな選択を全部取っていって、ようやくそのレベルを超えれるかどうか。で、やっぱ厳しい選択を全部してきたんで、ビジネスと確かにギャンブルってみんなつながりにくいと思います。ただ僕にとっての、
ビジネスがギャンブルです。ギャンブルってビジネスはめちゃくちゃ厳しいんで、逆にこのビジネスで勝ち方を使えば、このビジネスの、普通のビジネスの勝ち方は楽勝だよねっていうのが僕の視点です。で、皆さんの視点でもあります、今。もうどんどんアドバイスできますし、それはこうした方がいいんじゃないですか、ああした方がいいんじゃないですか。で、それで、やってみました。うまくいきました。信木さんの講演聞いて、改善したらうまくいきましたってお声をすごいいただくんで、だから僕も講演をそのまま続けてるんです。正直言いますと、ギャンブルやってる方が楽です、僕にとっては。何かっていう、講演はやっぱりその相手に対しての、その人に的確なアドバイスじゃなければ意味がないんで、相手に合わせなきゃいけないんですよね。で、勝負の場合は僕はただ単に勝負しても勝てるんで、どんどんお金増えていくだけの話なんで、でもそれだけではやっぱりなんかあんまり喜びがなくなってしまって、皆さんがこう、僕の講演でレベルアップしてもらう、それが僕の中での今のすごい最大の喜びなんで、今そっちが楽しいですね。純粋に。今もたまにベガスに行かれたりとか、1年の中では日本にいるのと世界へ回ってるのってどういう感じなんですか？今は結構もう講演寄りにしてます。ただコロナ禍で、世界出れなかったりとか、先週も、逆に勝負の、依頼をいただいて、カジノ塾ですね。で、それで一緒に行って教えたりとか、勝負どういうふうに見極めていくか、勝ちに行くか、勝負ってこういうもんだよとか、例えば2分の1って、皆さん、例えばビジネスで 50% 成功するってすごいことだと思うんですけど、例えばルーレット赤黒ってあるんですけど、ルーレットの赤と黒の色があるんです。あと緑が若干あるんですけど、赤が10回続くことっていっぱいあるんですよ。もうよくカジノいれば全然ある話で。2分の1ですら、その10回続くこと、その成功率がすごい良くても、それくらい続くこともあるんだよっていうのも、体感できるのが僕はカジノだって考えてて、でそういう意味ではビジネスの経営者さんたちをお連れして、そういう、セミナーみたいのを向こうでやったりもしますし、実際の勝負もこの前やらせてもらって、1週間前には韓国行ってもバチバチ勝負してたんですけど、やっぱそうですね、一応一線は離れたんですけど、でも別に楽勝というか、もう講演依頼がなくなったらすぐそっちに戻っちゃいます、正直言います。いただいてるから今日本に残ってます。そういう感じなんですね。はい。確かにカジノとかそのギャンブルとかそういうキーワード、そこにハマったら世間一般的には負けに行くみたいな、そういう感覚なってるね、陥る方も結構いらっしゃると思うんですけど、普通に考えると、もうかなりの小さな確率で勝てる人が現れる、野口さんみたいな人がいらっしゃるっていうことで、プロギャンブラーって言われてる方って逆にどれぐらいいらっしゃるんですか、今？基本的に数少ないと思いますけど、いろんなギャンブルでやっぱ勝ち続けることができるかどうかなんで、僕はやっぱ何種類も勝ててますし、5種類で勝てて、3種類でプロだってやらせてもらってて、で、やっぱりそのギャンブル、1個のギャンブルを得意な方はもちろんいらっしゃいます。ただ多面的にやっぱり勝ちに行くとなると、それだけまた同じ量の勉強が必要になるんで、基本的な。言ってる人は何人かいると思いますけど、やっぱ少ないと思いますね。ちゃんとその10年とかでいろんなギャンブル勝ててるっていう人は、僕以外あんま知らないです。いるとは思います、でも。最近 YouTuber でも有名な方もいらっしゃいますし、ただその方はポーカーだけをされてるはずです。実際にプロギャンブラーでやられているのは何歳からなんでしたっけ？25ですね。25から。ということはもう26年間ずっとプロギャンブラーとして、はい、毎年毎年勝ち続けていらっしゃるということなんですよね。そうですね。ただ一斉にいたのはこの15年間ずっとやってました。で、最近はだから逆に講演の方が僕にとってのそのメインなんで、メインっていうのは何かっていうと、先ほどお伝えしたように、ギャンブルで勝って食っていくの僕にとって楽です。で、僕にとって別にそれでいいんですけど、講演依頼いただいて日本の方のレベルアップできるんだったら、やっぱり僕としては、ギャンブラーが講演をいただくってまずない話なんで、基本は。僕にいただいたからこそ、僕だからこそできる役割ですよね。